はい、皆さんこんにちは。今回はアークテリクスのこちらのジャケットをご紹介するんですけども、ベータ LT ジャケット、こちらのですねバージョン違いとして販売店舗も限定された商品になるんですけども、ベータ LT ジャケットハドロン、こちらのジャケットを見ていきます。はい、今季2022年春夏シーズンはこちらのですねベータジャケットという新しいモデルが導入されまして、非常にこのベータシリーズが注目されております。ベータ LT ジャケットも昨シーズンより変更されておりますが、人気もですね非常に高くなってます。でこちら今回はですねこのハドロンというバージョン違いが新しく出ましたので、こちらをご紹介していきます。はい、こちらがベータ LT ハドロンジャケット。ベータ LT ジャケットのハドロンという言い方だったり、表記がですね変わったりしますけども、フィットがトリムフィット、重量が 255g ですね。でこの名前にあるハドロンというのは素材の名前になりまして、この表面のですね格子状に見えるこの素材になるんですけども、このハドロンを使った3レイヤータイプのゴアテックスを使用してます。価格が税込み66,000円です。でこのハドロンなんですけども、比べる時にですね、名前ベータ LT になってますが、このベータ LT と新しく出ましたベータジャケット、この3つとですね比べますと非常に違いが分かりやすいですので、見比べていきたいと思います。まず表素材ですけども、このハドロンという名の通りですね、メインの素材ではあるんですけども、この格子状ですね、ボディ全体がですねこういったグリッド状になっております。このグリッド状の素材がですねハドロン LCP という液晶ポリマーのグリッド状の素材になるんですけども、このボディ自体、この黒い部分は20デニールという厚さになるんですけども、この白いグリッド部分ですね、ここが 25D ですので、こう触った時にですねちょっと凹凸感があるんですね。ちょっとこうザラッとした感じあるんですけども、それはこのグリッド状のこの白い部分がですねちょっとこう凹凸感のあるこの肌触りになるんですけども、このハドロンが非常に耐久性のある、非常に耐摩耗性、耐久性が高い素材になってますので、これボディが20デニールですけども、重量でいうと素材のですね倍近い生地圧のものと同等の強さがあるということですので、ジャケット全体の軽さはあるんですけども、ジャケット自体の強さ、引き先強度を含めてですね、本来倍ぐらいのジャケットと同等の強さということで、軽くて非常に強い素材となります。でこちらですね、このハドロンという素材なんですけども、実はこのシーズンの前、先シーズンもですね実は使用されておりまして、こちらがですねアルファ SL アノラックという商品ですね。アルファシリーズの中で非常に最軽量の、SL がついてますので超軽量ですね。軽量ながらアルファシリーズでは20デニールという薄さは出てなかったんですけども、今までで40デニールっていう厚さが一番薄手のタイプ展開されておりましたが、このハドロンという素材が出ることによって20デニールでも同等の強さっていうのができるようになったということで、このアルファ SL アノラックから最軽量ですね 209g ですので、ゴアテックスを使った中では非常に軽いジャケット、アノラックということで非常にシンプルな作りもですね余計な部分を削ぎ落としたようなタイプですので、こう 209g という軽さをですね実現できました。でこれは前から出てたものなんですけども、アノラックしかちょっと出てませんでした。そこにですねこのベータシリーズ、ベータは汎用性が広いシリーズになりますけども、そこからですね、ジャケットタイプ、フルジップタイプのジャケット、ハドロンを使ったジャケットというのがですね限定で発売されました。こちらベータになりましたが、重量を見ていただきますと 255g、先ほどのアノラックはですね一つの胸ポケットでしたけども、こちらはハンドポケット両方備えてますし、メインもビスロンのフルジップですねになったんですが、 255g という軽さを実現してます。でその他のベータシリーズ
とですねちょっと見ていきますが、まずですねこちらベータ LT ジャケットになります。でこのハドロンもベータ LT とついてるんですけども、同じ部分と異なる部分がありまして、まずですねロゴですね。ロゴはベータ LT の方刺繍でしたが、こちらは軽量なタイプということでプリントリフレクターのプリントになってます。メインジップですね、こちらも止水のメインジップを使用してましたが、ハドロンはビスロンタイプですね。軽いビスロンの特徴ですね。もう軽さは非常に使い勝手は変わりますね。でハンドポケットは両方ですね止水のタイプになるんですけども、よりハドロンの方見ていただきますと、この太さですね、ちょっと細いのがわかるかと思います。この表に出てるこの光沢のある部分ですよね。同じ止水タイプですけども若干ですね、この出てる部分が少し違いますね。で大きく違うのがベンチレーションです。ベータ LT、脇のベンチレーションありましたが、ハドロンの方は省いてますね。脇にないです。同じ部分ですけども、フードはですね両方ともヘルメット対応のストームフードになってます。フードのアジャスタードローコードは仕様はですね、ドローコードの仕様は見た目一緒なんですけども、この中のですねコードロックのパーツがですねちょっと違いましたね。こちらの方は見えてませんがコヒーシブのパーツだと思いますけども、この中に丸いパーツ触って確認できますね。コード同じように出てますが、ちょっとパーツが中のパーツが違いますね。後頭部の方のドローコード、これは若干ですねこのパーツも違いますね。ベータ LT の方は結構、大きめのタイプなんですけども、ハドロンは若干小さいパーツがついてます。フード自体はストームフードでコードの入り方は一緒なんですけども、ちょっとパーツが違いましたね。でですねゴアテックス札は一緒なんですけども、これも大きく違うところですね。ベータ LT は裏地トリコットとなってます。昔のベータ LT はですねゴアテックスプロの裏がですね、今でいうゴアテックスプロのブリーザブルと同じようなタイプだったんですけども、去年モデルチェンジされまして、値段も下がったんですけども、このトリコットに変わってます。でベータ LT ハドロンベータ LT とついてるんですけども、こちらはトリコットではないですね。通常のバッカ裏地がですねちょっと違います。トリコットよりはですねやっぱりこのこれ表生地も 20D なので全体的なこのしなやかさやっぱ変わるんですけども、裏地もですねこっちの方がしなやかですね。ベータ LT は40デニールという生地ですので半分ですね。このハドロンと比べますとこう触った時の厚さ非常に薄く感じますし、このハドロンになってますのでこのちょうど倍ですよね。このベータ LT 通常のやつと同等の引先強度と摩耗性があるということで、ベータの3つちょっと比べますけども、重さの部分見ていただくとハドロンは 255g M サイズですね。でベータ LT はジャケット自体395ありますのでだいぶ違いますね。この持った時の重さ軽さの違いは触ってすぐ分かります。この生地感の、ベータ LT が非常に重いというわけではないんですけども、こう比べますと全然違いますね。 140g の違い非常に分かりやすいと思います、このぐらいだと。でもう一つですね大事なところで、このハドロン、ベータ LT がついてるんですけど、この生地のカッティングがですねベータ LT と比べますとちょっと違うのがわかるかと思います。ベータ LT ハドロンの方はですねこのロゴ下、切り返しがわかると思います。この生地の切り替えがですねこうあるんですけども、ベータ LT はですねこの前面は一枚生地になってまして、でこのハドロンが実はこのベータジャケット、今年出ましたベータジャケットと同じカッティングになりますね。で先ほどベータ LT と比べた時のフードなんかは例えばベータジャケットヘルメット対応のフードではないとかね、このドローコードの部分アジャスタードローコードっていう仕様もベータジャケットもちろん違うんですけども、同じ部分で言いますとこのね切り替えですね、生地の取り方カッティングっていうのが見ますとベータジャケットと非常に近い
カッティングとなってます。腕もねちょっと見ますと、確認したんですけどもほぼほぼ一緒のようです。これ裾側の方も、同じようなこの生地の取り方っていうのがベータジャケットとハドロンが同じということが分かりました。メインジッパーですけどもベータジャケットはハドロンと同じビスロンタイプの止水になりますので、ベータジャケットそれとベータ LT のですね共通する部分を持ったジャケットでもあります。同じベータシリーズになりますので当然といえば当然なんですけども、このようにですねベータ LT っていう名前がついておきながらベータ LT ではなくてベータジャケットと同じカッティングというのでですね覚えておいてください。ではベータの3つのそれぞれですね見ていきますと、ハドロンは表生地に特徴があるハドロン LCP の3レイヤータイプのゴアテックスで、ベータ LT はトリコットで、ベータジャケットは C ニットですので、それぞれですねゴアの特性着心地の部分変わってきます。全部一緒ではないですね。3レイヤータイプなんですけどもそれぞれのゴアの特性を持つということで、次にフィットですね。フィットは全部トリムフィットになります。着た感じのフィッティングっていうのは統一されております。で生地圧っていうのが先ほどお話ししました通りハドロンがですね一番軽量な 20D ゴアテックスを使った 20D っていうのは過去あるのかもしれないんですけども、ここ最近ではないですね。でさらにそのハドロンこの新しいですねグリッド状の非常に耐久性のある素材で、このグリッド部分は25であるので表面生地にちょっと凹凸感がある特徴がある表生地になります。ベータ LT は 40D ですので、このハドロンの場合で、ベータジャケットこちらは 30D ですね。それぞれ3つ生地圧の違いがあります。生地圧の違いに伴ってジャケット自体の重さですね、これも大きく変わるんですけども、ハドロンは255、この中で一番軽い当然ですね軽さのあるタイプですけども、でベータ LT は 395g、 140g も変わる変化になりますので、だいぶ持った時にですね軽さ感じるかと思います。でベータジャケットは 300g で、これは前のゼータ SL とですね比べますと若干軽くはなってるんですけども、次のですねこの特徴の部分でもあります着心地、ベータジャケットの特徴はもう C ニットによる着心地ですね。でこの中では一番の日常からハイキングのような軽いアクティビティ向けのレインジャケット、アウタージャケットになりますので、重さもですね、平均的で、ベータ LT は特徴的なですねベンチレーションを備えてますし、厚さもですね40であります。ですので山岳のオールラウンド、厳冬期以外のですねいろんな山岳シーンにオールシーズン使えるようなタイプになりますね。これから山岳登山を始めるという方の、おすすめなアウターになるかと思います。ベータジャケットはレインジャケットになりますけども、このベータ LT になりますと、汎用性がもう少し高くなりますので、いわゆるハードシェルという側面も備えているアウターになりますね。そして今回ご紹介メインにしてますベータ LT のハドロンになりますと、非常に軽量ながらですね、このハドロンという素材、これがベータ LT と同等の強さを持ってるこの軽さなんですけども、非常に耐久性のあるジャケットというのができたということで、最後お値段ですね、価格差見ていきますと、このハドロン66,000円税込み、ベータ LT が55,000円ですので、その違いは税込みで11,000円違い、結構大きいんですが、この違いはですね、ベータ LT に必要な生地の強さ、耐久性というものがこの 255g という軽さで備わってるっていうことの、利点ですね。軽さで、軽いだけじゃなくて丈夫さもベータ LT と同等となりますので、ベータジャケットを山の中で使うというシーンでですね、どちらか迷うという場合、ベータジャケッ
トとのご性の差とですね、またこのハドロンとの1万円の差ですね、どこを取るかっていうのがですね、非常に選択肢としてちょっと悩むところあるかと思います。ベータ LT はベンチレーションもね、ベンチレーションがあるっていうところと、その生地圧からある安心感ですよね。生地の厚さ、40D っていうのも決して極厚なことはないんですけども、普通に一般的なオールラウンドアウターシェルの厚さになるんですけども、このハドロンが出てその強さが同等、しかも軽いっていう場合ですね、生地の重さを気にされてる方は非常にこちらはメリットあるかと思います。あとじゃあこのハドロン選択肢に入れようかなっていう場合ですね、先ほどもちょっとご紹介したこの α/SL アノラックですね、ジャケットではなくてかぶりタイプにはなるんですけども、さらに軽量な 209g ですので、ベータシリーズでお考えの方、さらに軽量、その中でも軽量になりますとハドロンなんですけども、生地の軽さでその軽さを持つ同素材ですね、α/SL アノラックもですね、今度選択肢に入る場合も出てくるかと思いますので、この辺ですね、持ってみるとやっぱりどんどん変わってきますね。だからこの 209g とベータ LT は倍ぐらい違うんですよね。395と209になりますので、全員がですね軽さを求めるっていうわけではないと思いますし、でベータ LT にだけあるベンチレーションも含めてですね、生地感の安心度というのは非常にあります。ベーシックなジャケットタイプでですね、今回ご紹介したこの4着4種類ですね、特にアウトドアアクティビティで使うという場合の方は選択肢が非常に広くなりましたので、どこを重視されるかちょっと検討していただいて、ベストな1枚をですね見つけていただければと思います。はい、今回は新しく登場しました販路限定のモデルですね、ベータ LT ハドロンジャケット、こちらをご紹介しました。